幾重にも重なり合う宇宙、無限に枝分かれする可能性。その中で僕、和也白波は出会ってしまった。最強の戦闘機で宇宙を自在に駆け巡り、新しい時代を切り開くまばゆい5人の天使たちに。和也さん、和也、和也、和也さん、和也。その日から僕の人生は全く変わった。エンジェル隊としての毎日はいつも新鮮でドキドキしっぱなしで楽しくて、だけど決して平穏なものではなかった。多くの敵が僕たちの前に立ちはだかり、絶望を感じたこともあった。最後まで戦い抜くことができたのはみんなの力があったから。そして何より彼女が僕のそばにいてくれたからだ。いつだって隣にいてくれた。そう、彼女の名前はリリーシー・シャーベット。僕は彼女に恋をし、そして彼女は僕だけのただ一人のエンジェルになってくれたんだ。果てしない物語の時計が太陽に溶かされて皆を刻み出した。暁と星屑との狭間で未来の夢を抱いた君の手と共に舞い上がれ、アトムとイボになって眩しすぎる奇跡起こそうよね。このまま天使になろう。ドアの空一歩分君となら飛べるはずさ。エタニティ、デスティニー、一つになりたいよ。この世界終わる時まで勇気を絆を作り出す翼できらめいた明日へ、運命の先へドライ羽ばたこうよ。フライ Ring of Destiny。いらっしゃいませ。ジャンクスへようこそ。白波さん、おはようございます。おはようございます。あ、リリーさん、おう、和也か。おはようございます。おはよどうしたんです？珍しいですね。リリーさんが立ち読みなんて。う。いや、朝食を取ろうと食堂に行ったのだが。ああ、回転が遅れてますよね。僕も今行ってきたところです。あくまで少々時間ができてしまったのでな。暇つぶしってわけですね。僕もです。時間を潰すといった行為はあまり好きではないのだが、まあ仕方あるまい。時間が中途半端ですしね。あ何を読んでいるんですか？エデンの雑誌だが。おお、どうしたんです？いや、気になる映画の続編が発表されているのだ。あれ、映画とか好きでしたっけ？あまり見る方ではないが、この作品だけは特別でな。実に気高きテーマを扱っていて深い感銘を受けている。へえ。楽しみだ。何？もう撮影が始まっているのか？では
公開もそうそう遠くはないな。どうした？ああ、いえ、何でもありません。そうか。リリーさんが立ち読みに夢中になってるなんてちょっと面白い。ほうほう、ずいぶん大々的に特集されているな。この人はリリーさん、リリーシー・シャーベット中尉、ルーンエンジェル隊のメンバーであり、機体ナンバー RA002、紋章機イーグル・ゲイザーのパイロット。そしてリリーさんは僕の大切な。いかーん！どうしました？あ、いや、なんでもない。大丈夫だ。はあ、そうですか。危なかった。あんなに激しく閉じたら本が傷んじゃいますよ。ああ、そうだな。私としたことが。一体何が？いや、新作カットの写真が載っていたのでな。さっき言ってた映画のですか？そうだ。私にとってはとても楽しみな作品。公開されるその時まで内容には触れたくないのだ。はあ。この雑誌をこれ以上読むのは危険だな。戻すとしよう。何も叫ばなくても。和也、そろそろ時間か？そうですね。和也、お前。何です？少したくましくなったな。あ、本当ですか？知っているぞ。ここ数ヶ月毎朝トレーニングしているだろう。ええ、実はちょっと鍛えようかと。良い心がけだ。それでこそ我らが隊長。隊長？どうした？いえ、そのですね、どうも隊長って呼ばれるの慣れなくて。何を言い出すかと思えばしっかりするのだ。もう3ヶ月も前ではないか、お前が正式に隊長になったのは。ええ、やっていることも代理の時と大して変わっていないんですが、なんていうか自分の中で区切りがついていない感じで、なぜか不安になることがあって、和也。はい。鍛え始めたのはそのためか？バレちゃいました。その通りです。少しでも頼れる存在にならなきゃって思って。オーケーだ。どうしました？いや、なんでもない。大丈夫だ。そうですか。和也、安心しろ。はい。何恥じぬ存在になろうと努力する。その志あらば結果は必ずついてくるはずだ。それにな、そんなお前だからこそなのだぞ。私も含めメンバー全員がお前を隊長と認めているのは。リリーさん。さあ、食堂に行くぞ。良き一日は良き朝食からだ。しっかりと栄養を摂取し、今日一日を充実させようではないか。はい。ありがとうございました。すまねえ、遅れたって館長代行さんはまだか。へへ、間に合ったぜ。おはようございます、アニスさん。ああ、今日も元気ですわね。親分はいっつもギリギリなのだ。俺は時間を無駄にしねえの、どんな時でもな。しかし全力疾走したんで疲れしまった。飯か食らいすぎたか。まあ、食べ過ぎですの。朝飯はしっかりとれ。味どけの家訓よ。その点に関しては同意しよう。何事も全力を尽くせば良い結果を生むはず。 OK だ。
オッケーなんですね。もう下品だな。やっぱちと食いすぎたか。後で展望公園23周して腹ごなしすっかな。まあお食事をしすぎてさらに運動ですの。なんだったら一緒にやっか。たまには運動しねえとなまっちまうぜ。そういうことはあの人にお任せで。ダメですに。もうカルーア様も自分で頑張るですに。すぐにテキーラ様を頼るのは悪い癖ですに。ミモレットちゃんたらいつになく厳しいですわ。それが使い魔の務めですに。あえて苦言を呈するのですに。ご主人様思いなのね。まさに身を切る思いですに。あ、ココさんおはようございます。おはよう。いつにも増して賑やかね。館長代行、はい。定例以外のミーティングは久しいが何か問題でも？ああ、いえいえ、そういうわけじゃないの。だからリラックスして聞いてね。先ほどアブソリュートから連絡がありました。内容はルクシオルとエンジェル隊の所属について。その件か。では方針が決定したんですね。ええ、正式な事例は寄港時に直接下されるけど、最終的に私たちはエデン軍から外れて UPW 軍に転籍ということになりました。遅かれ早かれそうなるのは確実だった。心構えはできている。それってよ、何か変わったりすんのか。例えば給料下がるとかさ。アニス、何も今そんな話をしなくてもいいでしょ。うっせえな、俺にはすげえ重要なんだよ。親分、この間も通販でトレジャーハント用の道具を買ってたのだ。また？あ、こらチクんじゃねそういえばブラマン首相会から厳重に梱包された荷物が届いてました。ブラマンシュってミントさんのカード使ったの？当たり前だろ。トレジャーハント用の道具は高えんだ。一括じゃ払えねえんだよ。はあ、買えるチャンスがあれば逃さねえ。借金も解消ってやつよ。ふはんだ。決断力だけは素晴らしいですわね。おいよ。あ、だけはまあ、とにかくその辺どうなんだよ。安心して、待遇面では勤続期間も含めて全て UPW 軍に引き継がれます。現状維持よ。ほっとしたぜ。しかし我々の立場は変わる。それは肝に銘じておかねばな。そうですね。 UPW 軍平行世界連合所属軍か。さて続けるわね。次はノイエの現状について。ベレルの反乱から半年経ったわけだけど、鎮圧以降散発していたテロ活動への警戒はほぼ終わりと見ていいわ。各政権に作られていた無人自動操縦艦の製造拠点も次々に発見。セルダールおよびマジークの連合艦隊がしらみつぶしに壊滅させたそうよ。ヒュー。質問いいですか？どうぞ。結局ベレルに加担した人たちの正体は分からずじまいなんでしょうか？そのことどうなんでしょう。何か証拠とか見つかっていないんですか？証拠とかそういった類のものは一切見つかっていないそうよ。製造施設も全て無人制御だったみたい。そうですか。足がつくような真似はしてねってか。たく、奴らも抜け目のねえ連中だぜ。アジート少尉、なんで？これは憶測で判断できるような単純な問題ではない。安易に特定するような言動は控えた方がいい。ベレルにすり寄ったのはエデンの援助が気に入らねえやつら。つまりセルダールを真ん中に添えてノイエがまとまっちまうと困るって連中だ。そんなのやつらしかいねえ。アームザーラ少尉それ以上はこの場で口にすべきではない。
我々が対立を煽ることだけは絶対に避けねばならないのだ。わかりましたよ。奴らか。反セルダール連盟アームズ・アライアンス。辺境に位置するだけにあまり実態のわからない謎の組織だけど、ノイエがセルダールを中心に一つにまとまるのをどうやら快く思っていないらしい。和也くん。え、顔。はい。考えていることが全部顔に出ているわよ。あった。上に立つ者としては問題ありだな。すみません。ポーカーフェイスって思ったより大変よね。一時的とはいえ船を任されてからはよく思うの。マイヤーズ司令ってやっぱりすごかったんだなって。そうですね。でもさ、司令がこの船を離れるって聞いた時はびっくりしたよね。そうですね。すぐに戻ってくると思ってたのに。まあタクトがいなくてもなんかあんま変わんねえよな。それはココさんが艦長代行をうまくやっているからです。うん、そうそう。さっきココさんは司令はすごかったって言ってたけど、その流儀をちゃんと引き継いでるんだから、ココさんだってすごいですよ。まあありがとう。和也くんも口がうまくなったわね。いや、おだててるわけじゃないですよ。そうです。ココさんは艦長代行の務めを立派に果たされていると思います。この船は見事なまでにマイヤーズ流だ。真似をしようと思ってもできるものではありませんわ。そんな女タクトなのだ。女タクト、ちょっと複雑な気分ね。それでは次に今後の行動予定について。紹介任務が終了したので本世セルダールに向かうことになります。途中必要物資の補給も行う予定よ。あ、それでは在庫のチェックをしておきますね。いつも助かるわ。ありがとう。いいえ、お礼を言うのは私の方です。あら、どうして？ココさんは書類の確認が早いのでとっても助かってます。そう？タクトさんは書類仕事が大の苦手でしたものね。なんかよ、タクトいねえ方がうまく回ってんじゃねえの？そんな気がするのだ。否定できない。まあ指令だって。あら、ブリッジよりココ代行。はい、私です。 UPW 本部より伝聞が届きました。緊急とのことです。わかりました。私のパッドに転送してください。了解。何かしら。まあどうしたんです？指令書なんだけど変ね。どう変なんですか？物資補給時に人員1名着任、これだけしか書いていないの。通常ならば氏名、階級、転属先も明記されているはずでは。そうなんだけど本当にこれだけなのよ。タクトが書いたんじゃねえの？あはは。ありえそうな話ですわ。とっても可能性が高そうなんですけど。鋭いのだ親分。へへん。 UPW の認証があるわ。書類としては本物ね。もしかしたら転属の関係で一時的に階級がないのかもしれませんよ。考えられなくもないけど。このままじゃどんな人がやってくるのか分かりませんね。まあそれも一興ではないか。楽しみなのだ。新しいお仲間ですものね。そうね、そう考えることにしましょう。それじゃあ伝達事項はこんなところよ。ルクシオールは航路計算の後セルダール中域に向けて出発します。では解散。
さてと、時間ができちゃったな。エンジェル隊のみんなはどうしてるだろう。こんな時はマイヤーズ司令にもらったこのテレパスファーで軽く握ってみんなのことを考えれば、誰がどこにいるのかすぐわかる。どんな気持ちでいるのかもなんとなく。彼女たちのやる気を高く保つのも隊長である僕の大切な役目。でも任務としてより仲間としてみんなの笑顔を見たい。頭がよくってよく気が利く、ちょっと泣き虫な模範生リコ。どこまでもまっすぐなセルダールの騎士、そして僕の大切な人リリーさん。天真爛漫、とっても元気、意志を持つナノマシン集合体ナノナノ。2つの心を持ち12人しかいない公認永久魔女カルーア、そしてテキーラ。男勝りの腕っぷし、でも根はとっても優しいトレジャーハンターアニス。みんなよし、みんなの様子を見に行ってみよう。リリーさんにはちょっと後ろめたい気もするけど、これも隊長たる者の務め。しっかりと。ガズヤ、ギクどうした？そんなに驚いて。いやいやいや、なんでもないです、なんでもないです。やだな何か変なことでも考えていたか？とんでもない、とんでもない。僕はいつだってリリーさんのことしか考えていないですよ。わざとらしいな。本当に私のことしか考えていないのか？本当です、本当です、本当です。絶対か？絶対です、絶対です、絶対です。本当に絶対か？本当に絶対ですってば。まあいいだろう。どうして女の人ってこう鋭い時があるんだろう。しかもタイミング良すぎ、いや悪すぎだよ。ガズヤ、なんでしょう。誰もいないな。ええ、そうですね。どうしました？動くな。はい。なんです突然。ガズヤ、はい。本当に私のことしか考えていないのか？もちろんですってば。NG だ。お前はエンジェル隊の隊長、みんなのリーダーなのだぞ。私のことを考えてくれるのは嬉しいが、他のメンバーのこともちゃんと考えねばな。安心しろ、私は焼いたりはしない。リリーさん。覚えているか？何を？二人で時空の壁を破った時のことだ。もちろんです。私の中にお前がいた。僕の中にもリリーさんがいました。和也の気持ちがとめどなく流れ込み、我が心は満たされたのだ。はい。そしてリリーさんの気持ちの中の自分の存在まで感じ取れたんです。ああ、自分の中のリリーさんの中の自分。無限とも思える繰り返しの中で得られたのは強烈な一体感だった。本当の意味で分かり合えた瞬間でしたね。あれ以来、いつ何時でもお前がそばにいる、そんな気がしてならないのだ。僕もです。だから安心しろ。
私は和也のことを信じている。そして頼ってもいるのだ。はい。何か気づかないか？え？信じて頼っているのだぞ。信じて頼る？あ、信頼？そうだ、信頼している。大好きだぞ、和也。リリーさん。和也。うん？リコ？すいません、お邪魔しちゃって。いや、でもそういうことはお部屋での方がいいと思います。ごもっとも。それにしても、もしお二人の愛をエンジンに注入したらきっとすごいスピードが出ると思いますよ。そんな。見てるこっちの方が照れちゃいますから、ほどほどにしてくださいね。それでは私はこれで。失礼します。お疲れだ。少し人目を気にするべきでしたね。まあ良いではないか。では私は少々用事があるのでな。はい。先ほど言った通り、みんなのこともよろしく頼むぞ。わかりました。ではな。リリーさん、あなたの信頼、確かに受け取りました。よし、気合が入ったぞ。こうなったら徹底的に見回りだ。和也くん、どうも。館内の見回り？ええ、そんなところです。はい、これも OK っと。ずいぶんパッドが積み上がってますね。ねえ、 UPW 転籍の影響よ。サインしなくちゃならない書類が山積みだわ。組織が変わるって大変。お疲れ様です。館長代行。何かしら？この場合の座標計算がうまくいかないんですが。どれどれ？ああ、これね。こういう時は補正をかけなきゃダメよ。船に働いている慣性を別途計算してそれを当てはめるの。このパラメーターにはあの関数だからと。早い。はい、これで OK。 この段階でミスすると誤差はどんどん大きくなるから注意してね。は、ありがとうございました。館長代行、この周波数帯での通信がうまくいかないんですが。これね。プロトコルが暗号化されてるからよ。ちょっと貸してみて。お願いします。やっぱり早い。まずは最新のコードに更新してと。あ、乱数表をお持ちします。大丈夫よ、覚えているから。あの日替わりの表ですか？ええ。僕もちらっと見たことあるけど、数字がびっしり書かれてて1日で覚えきれるものじゃない。はい、こんな感じね。ありがとうございます。館長代行。はいはい。先ほどの書類がまとまりました。お手すきの際にチェックをお願いします。今やっちゃいましょう。パッドを貸して。は、どうぞ。早すぎる。ちゃんと読めてるんだろうか。なるほど。
もう計算間違いが2箇所に人名のスペルミスが1箇所あったわ。見直しはしたのですが、申し訳ありません。すごい。サインはしておくから訂正しておいてね。はい、ご苦労様。ありがとうございました。すみません、艦長代行。また計算がうまくいきません。見せてみて。この段階でどうしてもエラーが。艦長代行とチーフオペレーターの兼任なんて大変すぎるよな。ココさん、司令、早く帰ってきてください。あら、和也くん、もう行っちゃうの？とても忙しそうなので。あら、おしゃべりならあと3人くらい平気よ。冗談に聞こえない。ナノナノさん、高圧剤の在庫はどうですか？バッチシなのだ。こんにちは。おやおや、白波くん。お邪魔します、先生。お加減が悪いわけではないようですね。ええ、ちょっと寄ってみただけです。そうですか。先生、次は何をチェックすればいいのだ？ああ、いえいえ、あとは私がやりますので、もう大丈夫ですよ。そうはいかないのだ。まだたくさん残ってるのだ。ちゃんとお手伝いするのだ。偉いね。ひひひ。先生、僕にも何か手伝えることはありませんか？そうですね。それではナノナノさんと共にですね、治療用ナノマシンのストックを調べていただきましょうか。和也、一緒にやるのだ。オッケー。以前の手痛い経験から、とにかくナノマシンのストックだけは徹底するようにしています。概算ではなく正確な残量をカウントしておいてください。わかりました。了解なのだ。それではよろしくお願いします。よーし、ナノナノ、頑張っていこう。おー、なのだ。それじゃあ和也はそのケースの数を調べるのだ。これだね。そうなのだ。1、2、3、4、5、6、7だ。これがナノマシンのケース。この中身がナノナノの尻尾になるのか。そう、ナノナノはナノマシン集合体。尻尾の治療用ナノマシンを使って他人の怪我を治療することができる。でもそれを使い切ってさらに治療を続けようとすると、ナノナノは自分自身を、自我を削ってしまうんだ。以前それで命を失いかけたことがある。和也、ちゃんと数えてるのだ。ごめん、手がお留守だったね。考え事をするときは全部口に出せばいいのだ。そうすればナノナノも一緒に考えてあげられるのだ。そりゃいいね。ってナノナノ？にゃ？尻尾が伸びてるよ、倍くらいに。驚いたのだ。ほーれ、うねうね。わー、絡めないでってば。ちょっと苦しいよ。いや、少しふざけすぎたのだ。元に戻すのだ。はあ、なんで尻尾があんなことに？開封済みのストックを全部補充してみたのだ。そうすれば数が正確にわかるのだ。あ、そうなんだ。2兆9156億3401万飛んで872個あったのだ。あとは
はこれに未開封のケース分を足せばいいのだ。なるほどね。それでケースは何個あったのだ？ああ、38個だね。1個が1兆個だから未開封分は全部で38兆個なのだ。なんか気が遠くなる数字だな。先生、終わったのだ。おやおや、早いですね。ではナノナノさん、それを使うとどのくらい治療が可能なのかをよくイメージしておいてくださいね。はいなのだ。医薬品の在庫チェックもだいたい片付きました。もうお手伝いは結構ですよ。ではナノナノお腹が空いたので何か食べに行くのだ。はい、ありがとうございます。またなのだ。白波くんもどうぞご自分の仕事に戻ってください。ああ、はい。僕あまり戦力になりませんでしたね。いえいえ、白波くんの元気な姿が伺えただけでとても助かっているのです。一人分の心配がなくなるわけですからね。そうですか。はい、では失礼しますね。お疲れ様です。ふう。まずまずといったところか。やはり接近戦で被弾するとダメージは甚大だな。かといってシールドを強化すれば燃費が悪化してしまう。もっと回避技能を連磨しなくてはならないな。加えて遠距離射撃の精度も高めなくては。リリーさん。おお、カズヤ。どうしたんです？コンソール見てうなっちゃって成績が悪かったんですか？いや、そういうわけではないのだが。どんな内容でシミュレーションを？まあこんな感じだ。どれどれ？ってうわー !1234 10セットも？難度設定もめちゃくちゃ高いじゃないですか。そうか？しかも成績が特 A 級で埋まってる。これをイーグルゲイザー短期設定で？ブレイブハートのブースト設定もなしで？ああ、すごい。実際の戦闘では何が起こるかわからないからな。少々きつめの設定を心がけるようにしている。少々どころじゃないですよ。ものすごく腕前を上げてません？すごい結果ですよこれ。いや、所詮はシミュレーション、仮想に過ぎない。繰り返していればコンピューターの癖が分かってくるものだ。この敵艦編成パターンは随分やったからな。実戦ではまた違ってくるだろう。はあ、恐れ入りました。さて次のパターンだ。さすが剣の星セルダールの騎士。事故の鍛錬に余念がない。リリーさんは僕がいなければ本来エンジェル隊の隊長だったんだしな。どうだカズヤ。え？1セット付き合ってみないか？ああ、いえ、遠慮しておきます。こんな成績見せられた後じゃなんか萎縮しちゃって。そうか。設定完了。では私は続けるとしよう。それじゃあこれで。またな。
カルーは何してるのかなと。はいはい、どなたですかにってなんだ和也ですかに。やミモレット、ご主人様なら魔法薬の調合実験中ですに。またかい？理論派のカルーアらしいや。理論派。ふにどうしたの？そういう決めつけがまずいのかもしれないですに。何の話？今和也が言ったことですに。カルーアは理論派ってこと？そうですに。よくわかんないんだけど。ではカルーア様が理論派ならテキーラ様は何ですかに？実践派だね。そうなんですに。カルーア様は理論派、テキーラ様は実践派。そして本人たちがそれをしっかりと自覚してしまってるんですに。うん。それがまずいんですに。なんで？そういった決めつけが逃げる原因の一つになってるんですに。逃げる？最近カルーア様は何かというとテキーラ様に変わってしまうんですに。限界と思うとすぐに私を呼んでボンボンを。そういえばさっきのミーティングでもそんなこと言ってたね。そうなんですに。そしてテキーラ様も面倒なことになるとすぐにカルーア様に戻ってしまうんですに。非常にまずいですに。なんだ、そんなことか。別にいいじゃない？よかないんですに。ご主人様たちは魔女としてまだまだ伸びる可能性を秘めてるんですに。お互いが相手に甘えきっている今の状況はとっても良くないんですに。安定は進化を滞らせるですに。少しオーバーなような。もっと自分自身に厳しくなるべきですに。苦手を克服してより高みに臨むべきなんですに。なるほどね。ミモレットちゃん、どなたなんですの？なんでもないですに。たちの悪い押し売りが来たですに。おい！大丈夫ですの？問題ないですに。すぐに追い払うからご主人様は実験を続けるですに。わかりましたわ。誰が押し売りだって？そんなことはどうでもいいですに。ちょっと和也にお願いがあるですに。お願い？ご主人様たちがすぐにもう一つの人格に頼らないように、苦手なことにも向かっていくように焚きつけてほしいんですに。私が言ってもあまり効果ないですに。所詮使い魔。立場的な限界があるですに。そんなこと言われても。和也の言うことならきっと耳を傾けるですに。そうかな。大丈夫ですに。カルーア様はどういうわけか和也を信頼してますに。どういうわけが余計だっての。あのテキーラ様ですらなぜか一目置いてるですに。なぜかが余計だっての。メンバーの能力向上のためですに。隊長としての役目にも通じることですに。ぜひお願いするですに。爆発した。またですかに。大丈夫かな。まあ問題ないと思うですに。カルーア！うわ、すごい匂いだ。カルーもうまったく。ア！テキーラ！ほら白波。さっきのチャイムあんただったのね。そうだけど大丈夫？怪我はない？平気よ、心配いらないわ。よかった。これとこれとこれを混ぜたんだっけ。なるほど。この樹液の糖分からアルコールが生成されたのね。それで変身しちゃったんだ。そういうことらしいわ。ミモ、このことはあの子に教えといてよね。わかったですに。それじゃあ引っ込もうかしら。でもせっかく変わったんだし、お茶の一杯くらい飲むのも悪くないわね。
どう白波、ティーラウンジに付き合わない？ああ、そうだね。テキーラ様が実験を続けるというのはどうですかね？いやよ、めんどくさい。こういうのはあの子の担当。さあ行きましょう白波。テキーラ様！何よ。和也から話があるそうですに。なんですと？どんな話よ。ちょっと。さあこのまま実験を続けさせるですに。無理だよ、そんな急に。いいからやってみるですに。なーにこそこそ話してんの？なんでもないですに。ほら行くですに。もう。ん？変。テキーラ？何？ミモレットの言う通り、君が実験を続けてみたらどうかな。なんで？いや、苦手なことにも積極的に挑戦した方がさ、私のプラスになるって？そんなの意味ないわ。心は2つでも体は1つ。あの子と私は互いの欠点を補い合って成立してるの。大きな視点から見れば私たちは一人でちゃんとできてるってことよ。そうなのかもしれないけど。いい？あの子の苦手は私の得意、私の苦手はあの子の得意。わざわざ均衡を崩すなんてナンセンスだわ。は？何よ。なら均衡を崩さなければいいんだ。カルーアにも苦手に挑戦してもらうよ。そうすればバランスは取れるじゃない。そうきたか。さすがにいきなり戦闘は無理だけど、運動とか魔法の実践とかさ。運動に魔法の実践？そうそう。あの子が自分からやるとはとても思えないわね。大丈夫大丈夫、なんとか説得するから。だからさ、テキーラも実験の続きをやってみようよ。さっき思ったんだ。爆発の直後、君は調合の過程から原因を導き出したよね。アルコールのこと？そうそう、それ。あれは君にもカルーアに劣らない理論のセンスがあるってことだよ。またうまいこと言って。理屈は理解してるんでしょ、面倒なだけで。まあね、同じおつむだし。ほら、だったら頑張ってみようよね。今はカルーアとテキーラ合わせて1人だけど、お互いに苦手を克服できれば合わせて2人。2倍だよ、2倍。絶対にメリットがあるよ、間違いない。わかったわよ。もうやればいいんでしょ。やれば。本当？負けたわ。今日のあんたなんか変よ。そう？ちょっと強引で素敵かも。いや、僕には心に決めた人が相変わらずいじりがいがあるわね。ひどいな、もう。はいはい、それじゃあ出てって。私はね、考えるときは一人じゃないとダメなの。わかった。それじゃあ私もちょっと出かけてくるですに。わかったわ。それじゃあバイ。さてさて、乗せられちゃったわね。それじゃちょっとやってみるとしますか。これとこれがこうだから、いやたですに疲れた。和也すごいですに。さすがですに。そりゃどうも。結局カルーアも説得する羽目になっちゃったし、
僕の方こそうまいこと乗せられちゃったな。この調子でカルーア様も焚きつけられれば完璧ですね。聞いてる？人の話。さてと、見回りはこのくらいにして休んでおこうかな。いや、やっぱりもう少し館内を回っておこう。これはまだ補給の必要はなしと。やあ、リコ。あ、お疲れ様です。在庫のチェックいつも大変だね。いいえ、慣れちゃってますから。それにコツをつかめば意外と早く終わるんですよ。へえ、これなら忙しいココさんもかなり助かってるんじゃないかな。さっきブリッジに行ったけど、あれはまさに激務だよ。早くタクトさんが戻ってくるといいですね。そうすれば少しは楽に。まあ、なるのかな。どうでしょう。ココさんはマイヤーズ司令が苦手だった書類仕事がバッチリっぽいよね。はい、判断もとても迅速です。ミスも全然ありません。この事実に司令が気づいてしまったら、タクトさん絶対に仕事しません。まあとにかく僕もチェックを手伝うよ。いえいえ、大丈夫です。遠慮しないで。リコが楽になればひいてはココさんも楽になるかもしれないし。そうですか。それじゃあお願いしても。うん、よーし。どこからチェックすればいい？あ、ではこの列をお願いします。オッケー。これは残りが23個だから。量が量だけに2人でチェックしても結構大変だ。普段はリコ1人でやってるんだよな。あ、間違えちゃった。もう何やってるんだか。真面目でよく気がついて頭の回転も速い。しかも最大の弱点だった男性恐怖症もこの半年でかなり改善された。カウンセリングのため医務室に足しげく通う姿が印象的だったな。今じゃ僕以外の男でも手を握るまでなら平気。すごい進歩だ。おっと、いっけね。僕も間違いだ。大丈夫ですか？大丈夫。よし、オッケー。リコ、このコンテナは終わったよ。ありがとうございます。では上のフロアにある18番のコンテナを下ろしておいてください。了解。18番あった。なんだ、もうリフトに乗ってな。スイッチはこれか。ダメです。そのコンテナまだちゃんと乗っていません。危ない。大丈夫ですか？うん。
リフトに乗せるの途中でやめてたこと忘れてました。それより重くないの？ああ、そうでした。よいしょ。リコ？今の力というか怪力は？なんだか最近ますます大きな力が出てしまうんです。なんでまた？ここのところ発作が出ていないせいで力が溜まっているのかもしれません。そういや指令がいなくなってからめっきり見てないな。びっくりした時とかにこんな力が出ちゃうんですよね。そうだったんだ。大丈夫ですか？ああ、平気平気。ちょっと尻餅をついただけ。怪我とかしてませんか？なんともないよ。本当にごめんなさい。いや、気にしないで。私がいい加減な仕事をするから、もし和也さんの身に何かあったら大丈夫大丈夫。ほら、チェックの続きをやろうよ。とんでもないです。あとは私がやりますので、和也さんはご自分の仕事に戻ってください。いや、今は別に何も。ダメですダメです。はい、行ってください。押さないで。はいはい、それでは。今のも男以上の力だったな。とりあえず見回りはこんなもんでいいかな。呼び出しか？はい、こちら白波少尉。和也くん、ごめんなさい。今ちょっとだけ時間ある？ええ、大丈夫ですよ。悪いんだけど、ちょっと館長オフィスまで来てくれないかしら。わかりました。すぐに向かいます。ありがとう。お願いね。なんだろう。とにかく行ってみよう。はい。白波です。今開けるわ。失礼します。わあ、これまたすごい量の書類ですね。ねえ、館長席じゃ起ききれないからここに来たのよ。なるほど。あら、この案件まだ未解決だったのね。しょうがないわね。どうかしたの？いえ、その席で仕事をしている姿がすっかり様になっているので。そうかしら。ココさんはチーフオペレーターといっても実質副長みたいなポジションですし、そのうち館長に栄転なんてこともありえるんじゃないですか？和也くん、そういう冗談はいい子なしよ。嫌なんですか？私そういうの柄じゃないもの。館長なんてとても務まるものじゃないわ。そうですか？今は代行として全然問題なく務められてると思いますけど、むしろ指令の時より効率がいいくらいに。ありがとう。でもそれはあくまでも一時的なものだから、今は有事でもないし、ずっと船の全責任を負うなんてとても。そうですか。それより和也くん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。そうでしたね。何ですか？別に大したことじゃないの。実は指令から掛け軸をかけておくように頼まれてるんだけど。あれ、そういえば掛け軸がいつの間にかなくなってる。ねえ、止めが甘くて落っこちてしまったみたいなの。指令もかけ直そうと考えているうちにアブソリュートに呼ばれてしまったらしくて、代わりに私が頼まれたというわけ。なるほど。でもね、ちょっと問題があるの。
これを見て。うわ、いっぱいありますね。6本あるんだけど、前かかってたのがどれだったか忘れてしまって。和也くん、覚えてないかしら？確か千里の道も一歩からですね。そうだったかしら？はい、最初にかけるときに選んだのも僕ですから間違いありませんよ。あら、そうだったの？ええ、指令が選択に迷われて僕に選ばせたんです。入隊直後のことだったからよく覚えています。そう、それなら間違いないわね。和也くんに聞いてみて正解だったわ。よいしょっと。確かにこれね。かけたらしっくりきたわ。ですね。指令のお部屋って感じ。ええ。指令、早く帰ってこないですかね。そうね。和也くん、どうもありがとう。助かったわ。あ、いいえ。それじゃあそろそろ失礼します。指令の代わり頑張ってくださいね。ええ、でも私はあくまでも代わりよ。それに対して和也くんの方はもう隊長代理じゃないんだから、そっちこそ頑張ってね。はい、それでは。入隊直後のことか。いつの間にかもう半年も経つんだな。全ブロックに通達。本艦は間もなくクロノドライブに突入します。またドライブアウト後補給の予定がありますので、搬入作業員は直ちに担当部署に集合してください。補給といえばついでに誰か着任するって言ってたけど、どんな人が来るんだろう。ひょっとして新しいエンジェル隊員？まさかね。センサーに新たな敵へ。4時方向に巡洋艦2隻。同じく敵の増援を確認。こちらは駆逐艦が3隻です。そんな、これは模擬戦のはずよ。このくらい実戦では当たり前。代行とはいえこの事態はあなたの責任です。そんな、一体どうしたら。仕方がありませんね。ロゼル君。了解。直ちに救援に入ります。センサーに新たな艦影、いえ機影を確認。ココさん、あの機体は一体。これはまさか。次回ギャラクシーエンジェル2無限回廊の鍵第2章、衝撃の人事異動。この機影、このスピード、間違いない。これは紋章機。